こんにちは、さゆりです。皆さん、お元気ですか？日本語には、ひらがな、カタカナ、漢字がありますね。その中のカタカナはどんな時に使うか知っていますか？いろいろなところで使いますが、一番よく使うのは外国から来た言葉だと思います。例えば、英語、フランス語、ドイツ語などから来た言葉です。どんな言葉があるでしょうか？考えてみてください。例えば、コーヒー、ケーキ、パン、そしてテレビ、チケットもそうですね。他にも漢字を使わない国や町の名前や人の名前の時にも使います。例えば、国の名前や町はアメリカやロンドンなどです。人の名前はロバートさん、ジョンさんなど、名前はカタカナで書いて、さんはひらがなで書きます。漢字を使う国の言葉は、そのまま漢字を使って日本語の読み方をすることが多いです。あとは、ドキドキやワンワンのような言葉の時もよくカタカナを使います。例えば、緊張するとき、ドキドキします。このドキドキはよくカタカナを使います。他にも犬の声、ワンワンや星がキラキラ光っているなど、ワンワン、キラキラもカタカナで書くことが多いです。ひらがなで書くこともあるのですが、カタカナを使うと、その音や様子をもっと強く伝えることができます。そして、会社の名前や商品の名前、キャラクターなどもよくカタカナを使います。例えば、トヨタ、ユニクロ、ピカチュウはカタカナで書きます。この他にも、日本語ではカタカナにうやいをつけて動詞やい形容詞を作ることもできるんですよ。知っていましたか？聞いたことがある人もいるかもしれませんね。まずはカタカナにるをつけて動詞にする言葉です。いつも話すときによく使うものやよく聞くものを5つ紹介します。1つ目はググる、ググる。インターネットの Google で調べるという意味です。例えば、この言葉の意味がわからないからググってみよう。このように使います。二つ目はバズる、バズる。英語のバズから来ています。SNS でたくさんの人に見られて有名になることです。
例えば、昨日アップした動画がバズった。このように使います。ミスる、ミスる。英語のミステイクから来ています。間違える、失敗するという意味です。例えば、ごめん、電車の時間ミスった。少し遅れるね。このように使います。4つ目は、パニクる、パニクる。英語の panic から来ています。びっくりしてどうしていいかわからなくなることです。例えば、テストの時間に遅れそうですごくパニクったよ。このように使います。5つ目は、たくる、たくる。これはタクシーに乗るという意味です。例えば、雨が降ってきたからたくろうか。このように使います。次はカタカナにいをつけてい形容詞にする言葉を紹介します。気持ちを表す言葉が多いですよ。一つ目はエモい、エモい。英語のエモーショナルから来ています。いい景色を見て心が動いた時や昔を思い出して少し寂しい気持ちになった時などに使えますよ。例えば海に行ってとても綺麗な景色を見た時に、わあ、すごくエモいね。このように使えます。二つ目はチルい、チルい。英語のチルアウトから来ています。リラックスしている。落ち着いていて気持ちがいいという意味です。例えば、このカフェの音楽すごくチルいね。このように使います。三つ目は、グロい、グロい。グロテスクから来ています。少し怖い映画なので、気持ち悪いものを見たときに使います。例えば、この映画ちょっとグロいから見ない方がいいよ。このように使います。どうでしたか？聞いたことがある言葉はありましたか？ググるはググります。エモいはエモくないというように普通の日本語の動詞や形容詞と同じように形が変わるのが面白いですよね。皆さんも SNS や日本のドラマでこのような言葉を見つけたら、カタカナ足する、カタカナ足すいのあのルールだと思い出してみてくださいね。今日は最近日本の若い人たちがよく使うカタカナ足する、カタカナ足すいの言葉もたくさん紹介しました。皆さんが一番使ってみたい言葉はどれですか？他にも知っている言葉があったら、ぜひコメント欄に書いてみてくださいね。このポッドキャストのスクリプトは私のブログで読むことができます。復習したい方は
ぜひ見てみてください。説明のところにリンクがあります。そして私はitalkiで日本語を教えています。日本語を勉強したい方は私と一緒に勉強しませんか？レッスンのリンクもあります。それでは今日のポッドキャストはここで終わります。また次のポッドキャストでお会いしましょう。